こんにちは。今回は無色転生第2期第15話への視聴者の反応をご紹介します。こちらのチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。今日の話は泣けるな。七星ちゃん頑張れ。うわ、懐かしい曲だ。七星発狂いい演技やったで。七星さんちょっと出れたかな。仲間の協力で問題を解決する姿が良かったわ。エンディングの曲は原作ではバーディガーディの適当な伴奏で七星が宴会で歌った。学生が酒なんか飲んでいいのか。七星には原作通り下手くそなアニソンを歌ってほしかったな。七星会よかった。演技もエンディング演出も満点あげちゃう。よし、スマホを召喚すれば全ての問題が解決できるな。発信するな。事故にあってこっちに来たならまた死ねば帰れるってならないのかな。事故にあって死んで転生したのはルーデウスで、この子と彼氏はなんぞ巻き込まれていきなり消えて事故ってないはずや。彼氏どこにいるか探さないのかな。探してはいるがそもそも手がかりな馬にいるんじゃないっけ。でも自分帰ったら二度と会えないのに良いのかな。彼氏が今どうなってるか知らんし、保護してくれたズダケンも知らなかったので、とりあえず元の世界に帰ろうとしてる。今週もクリフ先輩すごいの話だったな。クリフ先輩無駄にすごい気がする。元の漫画だか小説のどれくらいまで来てるの？もう後半。まだ中盤の前半ぐらいじゃないかな。なっけーな。そうだな。3幕構成だとするなら1幕目の終わりだな。このクールは書籍全26巻中10巻までいった。七星間的超人かと思ったらとんだ節穴だった。七星の回すごいはしょったな。それを長々と描かれてもなぁと思うぐらいには良いはしょり方やった。ルイジェルド来た。アー最強の護衛だな。変わらずスキンヘッドなんすね。ロキシーかと思ってたのに。子供の護衛頼むんだからこいつしかいないだろ。子供には優しいルイジェルドじゃん。半分血のつながってる妹には好かれて、完全に血のつながってる妹には嫌われてるのか。悲しいね。顔そっくりなのにさ。妹ども来た。ルイジェルドさんだったのか。相変わらず妹ちゃんたち可愛いな。ルイジェルドおひさ、妹綱かわりーな。妹ちゃんかわいい。将来女としてはアイシャよりマルンの方がモテそう。原作だと酒場貸し切りだったけど学園内の食堂に変わってたな。バーディー様ずっと学園で酒飲んでたから特に違和感ないけど、この改変するためだったのかね。何気にクリフ先輩株がまた上がったな。エリナリーゼさんに慰められてる姿は笑ったが。もしかして2期になってから初の登場だろうか。ロキシーじゃなくてデッドエンドの方かよ。そっか、子供大好きルイジェルドなら護衛にぴったりか。この姉妹は仲良くやっていたのがわかる。ルイジェルドと再会。ルイジェルドの方を大陸に同行してもらった方が良かったのでは。親としては子供を危険な目に遭わせたくないし、子供を安全圏に送り出すのにルイジェルド以上の戦力はないしな。まあ自分の娘だし、強いやつつけたんでしょう。フィットアまで帰って別れたんだっけ。合ってる。ルイジェルドはフィットアデルディ&エリスと別れて仲間捜索の旅に出たな。ルーデウスとルイジェルドがいつもごっちゃになる。どっちもルから始まるので。波川とスイタでいいじゃないか。キャラを声優で覚えるのは実況民の基本。面白いやん無色転生。ルイジェルドはものすごい子供好きだって分かってればいいけど、第一印象は子供を連れ回す不審人物だよな。次週のタイトル見ればわかるけど、次はアイシャとのルンの話だぞ。ラスト原作だと真夜中だったけど夕方になったのは原作通りだとなんかまずいことでもあるんだろうが、光源の問題じゃないかな。一期のアイシャとパウロのとこは街灯みたいなのあったから少し明るかったけど、ここのルーデウスの家は郊外みたいだから真っ暗で何も見えなくなると思う。ジュリかわいいよジュリ。そういえば2期のスタッフ、必要以上にジュリをしてるから、アイシャとのルンの話もじっくり何話もかけてやるのかもね。ルリ自体なんだかんだ弱ってるやつに優しいところとか出てくる時期よね。
ルイジェルド的にはエリスを差し置いて別の人と結婚してると知ったらぶっ飛ばされるんじゃないのか。アイシャとノルン、どっちのお姉さんなんだろうって思ってたけど、ノルンの方がお姉ちゃんなんだ。そしてルイジェルドさんだ。これは最高の護衛。誰かが言ってたけど無色転生の良さってそれぞれの登場人物の人間臭さが本当に素晴らしいと思う。あと七星がそこで歌ってた歌知れてよかった。最高の話だった。やっぱ七星が出るとさらに面白くなるね。七星の熱唱が聞けてよかった。次回からついに妹編本格開幕か。すごい好きで今も見返してます。ルーデウスが培ってきた人とのつながりが導いた成功。一人じゃ越えられない壁も二人なら、なんて、ありきたりですがやっぱり美しいですね。こういった人脈もルーデウスの強みですよね。七星一人では魔法陣を完成させるのは不可能だった。当然だ。彼女は天才でも何でもない。孤独に一人で研究する彼女がブレイクスルーを起こすには、仲間の存在が必要不可欠。みんなで一つの研究に向き合う。大学ならではの青春が感じられるお話でした。七星が召喚魔術の研究に失敗。ルーデウス視点で見てたから、この研究にどれだけの思いがこもっていたのか分かってなかったけど、元の世界に帰りたい気持ちもよくわかるな。和歌山紫音さんの気が狂うような名演素晴らしかった。七星って現世に戻りたい人と、現世に絶対戻りたくないルーデウス。この対比がおもろい。ルーデウスが大人になったというなら、現世で迷惑をかけた人たちへの贖罪を考えるはず。それをしないルーデウスは、現実から逃避し続けてるということ。バーディーガーディ本当に可愛い。これ惚れないやついないよ絶対。特にあの肌の色、顔色悪くてもわからない。そしてあの髪色、いいね。まあバーディーガーディよりも可愛いキャラいっぱいいるけどね。魔法陣の回路の一部が燃え、それを多重構造で補う流れが、一人で閉鎖的にしてた七星が、たくさんの仲間に囲まれる変化を、まさに描いていてよき。また、エリナリーゼがクリフに、天才には休息が必要、と言った時と、七星に、おごりね、と優しくいい構図が同じで最高。魔法陣に失敗し精神崩壊する七星。でも皆の協力のおかげでペットボトルの召喚に成功し、魔法陣第1段階クリア。改めてクリフって天才なんやな。七星元石音ちゃんが歌う特殊エンディングの歌詞がエモい。曲名も、成功とこれからに対して、翼っていう表現なのがまたいい。ルディにもできないことってあるんだね。ルディとシルフィの魔法練習で出てきたこの言葉が、七星が一人だから気がつけなかった。七星一人の発想ではできなかった。転移魔法陣の失敗にも通ずる脚本の妙。仮面を外し素顔で仲間と祝う七星に心動かされた。挑戦には失敗がつきものだが打ち込みすぎた時の反応は大きい。七星に共感できるはずだからと、自分を責めるルディにシルフィがいてよかった。魔法陣と同様に知恵を重ね合わせて成し遂げるのがいいものだ。それぞれが成してきたことに、つながりと希望を感じた一話。状況が一向に好転せず先行きが見えない七星。ザノバ、ルーデウスたちと出会うことで環境が一変し、徐々に成長しながら幸せをつかみ取っていくジュリ。この二人を対比して描写することで人との出会いの重要性を、より一層深く表現している気がしました。七星の発狂っぷりに驚いた人がいたかもしれないが、突然異世界に飛ばされた一般人が帰る手段を失った時の絶望感を想像すると、あんなんなるて、しれっと飲み会に混ざるバーディとリナプルよ。七星が歌うエンディングはアンダーグラフの翼で、1期9話で鼻歌で歌っていたもの。この時のサブタイトルが、白い仮面。であって、今回、その仮面を脱ぎ捨てて歌としてエンディングで歌うという、回収の仕方があまりにも見事、素晴らしい。誰にも心を開かず、一人でいたのは、この世界に馴染んでしまえば帰れなくなる気がしたからかな。同郷のルーデウスとの出会いは彼女を救った。もし戻れなかったとしても、放課後カラオケ楽しんでたあの頃の笑顔取り戻せたから、きっと大丈夫、泣き。
家族や友を得て異世界が住処となった現世の男ルディと挫折に絶望する現世の女七星。その対比が残酷ながら人と共に生きることを知った彼だからこそ、彼女のために行動する姿が胸を打つ。愛や信頼が生きる糧となる光景に、本作の描く再生を見る見事な一話、目頭が熱くなった。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。